雑学喫茶。昔々、そこそこな都会におじいさんとおばあさんが住んでいました。おばあさんが川で拾った桃を開けると、なんと元気な赤ちゃんが生まれてきました。おじいさんとおばあさんは赤ちゃんをジャスコと名付けました。ジャスコはすくすく育ってイオンという洒落た名前に改名しました。ある日イオンはこう言いました。鬼が島北海道に行って鬼ロを狩るスーパーを倒したい。イオンはおじいさんとおばあさんからきびだんご巨額の資金をもらい旅に出ました。道中イオンは犬大英に会いました。イオンはきびだんごの力で有無を言わせず仲間にしました合併九州。その他にもたくさん仲間にしました多いので省略。そして鬼ヶ島に着きました。いよいよ鬼との決戦です。鬼ヶ島を出たことのない鬼たちは初めて見たイオンに震え上がっています。頼むから帰ってくれ、おとなしくしてるからとお願いしました。しかしイオンは容赦ありません。巨額のきびだんごの力で鬼をコテンパンにやっつけました。めでたしめでたしと思いましたが、どうやら鬼はまだ生きているようです。なんと死にかけの鬼たちがたくさん合体して巨大鬼アークスとして蘇ったのです。そして2023年の現在でも鬼との戦いは続いているとさ。めでたしめでたし。ということで今回は北海道のスーパーアークスについて解説します。前置き長。アークスって、そもそもアークスってどういうスーパーなの？アークスは実は北海道でのシェアに 15.7% を占め、道内1位のスーパーなのです。知らなかった。でもその割には見かけない気がするけど。それはアークスとは違う名前で道内各地で運営をしているからです。もともとアークスは北海道のラルズと福原が経営統合したのが始まりでした。その後北海道の富士東高ストアもグループ入りしました。さらに海を渡り青森のユニバース、岩手のベルジョイスも加わっています。いろんなスーパーの連合体なんだね。経営統合後もスーパーの店名は変えずに各地で営業しています。そのためアークスという名前は見かけなくても、実はアークスは大きなグループなのです。なんでそんなにたくさんのスーパーが統合したの？それは大きく2つの理由があります。厳しいスーパー業界。1つ目の理由はスーパー業界が苦境に立たされているからです。苦境？スーパーはもともと景気に左右されにくい業界でした。食べなければ生きていけない食品を商品にしている業界だからです。確かにコロナの時もスーパーは毎週通っていたな。むしろ外食自粛ムードになったおかげで一時期は大きな恩恵を受けました。しかし最近倒産が増えてきています。どうして？行動規制がなくなり徐々に外食の需要が回復したからです。また食品の相次ぐ値上げで買い控えが進みました。確かにお菓子はあまり買わないで節約するようにしてるな。さらに電気料金の高騰などで運営コストにも大きなダメージが出ています。確かにスーパーの大きな冷蔵庫は電気代がすごそうだもんね。それだけではありません。急速に進む少子高齢化により特に地方では後継者問題も発生しています。異次元の少子化対策が必要だね。このように現在のスーパー業界は特に地方で苦境に立たされています。それで合併統合して効率的に運営しようと？それが一つの理由です。もう一つはイオンへの対抗。アークスが様々なスーパーを統合してきたもう一つの理由はイオンへの対抗です。出た、冒頭の茶番の部分だ。冒頭でのイオンの話を補足しましょう。イオンがここまで拡大した理由の一つは巧みな M&A 戦略です。緩やかな連帯を掲げて少額出資し、機が熟した段階で経営統合を迫ります。例えるならこのような感じです。きびだんごを少しずつ与え、相手をきびだんご中毒にさせます。そしてきびだんごなしでは生きられないとなったところで買収します。売人と同じ手口じゃないですか。北海道への進出にあたっても同様の手口戦略で挑みました。どのスーパーをきびだんご中毒にさせたの？90年前半に現在のホーマック、マックスバリュー、ツルハと業務資本連携をしました。マックスバリューはイオンって知ってるけど他は知らなかった。ホーマックとツルハはかなり独立色が強く、イオングループと呼べるか微妙です。この辺りは深掘りするとなかなか面白そうなので別の動画で解説したいですね。興味ある人はチャンネル登録とコメントよろしく。話を戻します。マックスバリューなどと業務連携した数年後、ついに北海道1号店ができます。2002年9月の釧路店です。札幌が1号店じゃなかったんだ。意外だね。その後3年間で4店舗オープンさせ、
次々と拡大していきました。北海道の地元スーパーは怖かっただろうね。はい、北海道のスーパーアークスの横山社長も危機感を持っていました。特に道外の地元スーパーがマックスバリューの構成を受けていると知りました。またビッグといった激安スーパーを武器に地域のプライスリーダーになっています。イオングループが地域の価格決定権を持ってしまったんだね。このままだといずれ北海道もイオンに倒されてしまいます。何とかしないといけませんが、相手は年間売上8兆円を誇る大企業です。とてもアークス一社だけではかなわないオール北海道でなければ、このような大企業に対する拮抗力が生まれ、アークスの統合スピードも早まったのです。スーパー業界全体の不振とイオンの進出、この2つで統合が進んだんだね。でもなんで統合したのにスーパーの名前は統一しないんだろう。八ヶ岳連邦経営。スーパーの名前が統一されない理由はアークスが八ヶ岳連邦経営モデルだからです。八ヶ岳連邦経営。長野県にある八ヶ岳連邦のように同じ高さの山が連なる企業連合を目指す経営です。統合後も経営は創業者に委ね、傘下に入った企業の屋号もそのまま残します。営業や店舗運営など顧客と直接する部門は各社の組織を維持しているのです。じゃあどの部門を統合してるの？経営企画や法務部門、事務集中センターなどバックオフィスを一本化しています。こうすることで各社の店舗運営や地場商品仕入れのノウハウを生かし続けられます。マインド&アグリーメント。アークスの横山社長は合併買収を意味する M&A をマインド&アグリーメントと呼んでいます。どういう意味？心と意見の一致という意味ですね。基本的にアークスはイオンのように資本力で企業を買収しません。じゃあどうやって買収するの？アークスの精神に共感し、自主的に統合を申し出る企業をひたすら待つのです。そのため入札によって買収金額が釣り上がることもなく、より条件で統合できます。へえ、でもそんなやり方で統合されたい企業は出てくるのかな？それが次々とアークスの横山社長に統合を申し出る企業があるのです。すごいね。なんでそんなにアークスは人気なの？それは97年に解禁された持ち株会社の可能性を横山社長がいち早く気づいたためです。純粋持ち株会社？グループ各社の株を所有し、各社をコントロールすることだけを行う会社です。なんだか難しいね。自分は働かず投資だけで生きている投資家っていますよね。純粋持ち株会社はざっくり言うとその投資家のようなものです。なるほど。それでどんなメリットがあるの？仕事には中央集権した方がいい分野と現場で対応した方がいい分野がありますよね。スーパーの場合はシステム開発や事務などは中央集権した方がいいですね。一方、商品製作や売り場作りは現場で行う方が効率が良いです。中央集権した方がいい部分を持ち株会社で対応することで事業運営がしやすくなったのです。へえ、具体的にどんなことが統合後に変わったの？グループ各社は毎年度末に次年度の目標を定め、アークスに提出します。アークスは目標が大きすぎたり小さすぎたりしないか精査し、取締役会で決議します。各社はそれをもとに経営します。ノルマみたいなものを背負うわけか。毎月の売上高などの経営情報はグループ内の他のスーパーにも共有されます。そのため仲間でありながらライバル意識を持つこととなり、お互い切磋琢磨します。グループに入ったからといって甘やかされないから競争力が高まるんだね。はい、例えば札幌市中央区ではラルズと東高ストアが300メートルの距離で競い合っています。それはお互い気が抜けないね。グループ外と競い合うだけでなく、常にグループ内で競い合っているのです。強豪校は練習試合をたくさんしているみたいな理論だね。ノウハウの横展開。しかしライバルでありながらもやはり仲間。いいノウハウはグループ内で共有することもできます。例えばラルズは生活防衛課という銘柄を展開しています。見たことあるかも。安価で欠品のない販売を目指した取り組みです。ラルズだけでなく他のグループ各社にも横展開しています。消費者からすると嬉しいね。また統合前には岩手県のスーパーを経営していたベルプラスという企業がありました。聞いたことないな。ビッグハウスというスーパーを経営していましたね。あ、それは見たことある。ビッグハウスは一物参加というコンセプトで人気を博していました。どういう意味？1個より2個、2個より3個買うとお買い得になるというコンセプトですね。このコンセプトをラルズが引き継ぎ、ビッグハウスは残りました。そうだったんだ。またビッグハウスを進化させたスーパーアークスも誕生しました。
統合しても統合前のいいところは残そうという考え方なんだね。スケールの拡大ではない統合。M&A による業界再編では、営業も店舗運営も全て中央集権化することは珍しくないです。グループ経営の効率化では確かに有効だからです。しかし、地域に適した営業のノウハウなどが失われてしまう欠点もあります。同じ北海道ですら地域によって違いがあるもんね。かつてのダイエーなどの総合スーパー企業の失敗の歴史がそれを証明しています。アークスの横山社長は次のように考えています。業界再編はただスケールが大きくなることとイコールではない。変化の対応ではなく変化の真っ只中でいかに自分流に泳いでいくか。自主自立をなんとか保ち、今の状況での勝ち組同士が手を結んで技を磨くべきだ。統合って聞くと、ただ大きくなるのかなって思ってたけど違ったんだね。企業を経営するというのは社会の中でのサバイバルをするようなものです。どんどん大きくなって力で圧倒するというのも確かに一つの手でしょう。しかし、その分小回りが効かなかったり、失敗した時の損失が大きくなります。大企業にも弱点があるわけだ。アークスグループは地元の小さなスーパーの集まりです。イオンなど大企業と比べると弱者の集まりなのです。しかし、自然界では小さくて弱い動物が全て淘汰されているわけではないですよね。大きい動物が負けることもあるのです。スーパー業界でも弱者であるからこその強み、戦い方があるわけだね。弱者連合、アークスのこれからの戦いに期待しましょう。なんだかアークス行きたくなってきたね。一緒に行こ私はビッグ派なので遠慮します。う。ズコ。